ヒカトーク。僕たち戦士大好きヒカセンです。己の好きなジョブ愛を語り合うシリーズ企画ヒカトーク。これまでのシリーズは概要欄を参照ください。本日は戦士会をお届けします。留意事項はこちら。それでは早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。ちょうどタイムリーな話だったんで共有しちゃうんですけど、昨日ちょうどナイトの回やった時に、やっぱりセンチさんはフェルクリーブ3回のプライマルレンドでいちいち硬直するからあそこかわいそうって哀れんでたんですね。でもそれがまた愛らしいのよ。そんな哀れみはいらないです。それでこそ戦士だって聞いてください。プライマルレンドって空中に飛び上がって3回転ぐらいしてから叩きつけるんですよ。それは硬直しますよ。戦士だけ移動4つあるっていう。そう4つあるんですよ。今でこそね、ナイトも70絶で移動つきましたけど、70絶の時一緒にハムとやってた時に一緒にやってたナイトさんが飛びつきなくてずーっとナイトに飛びつきようナイトに飛びつきようっつって。もたもたって走りながら。なんかほらその遠隔あるからいらないでしょって思うんですけど。確かに。そうですよ。やっぱ遠隔あるやつはね、こう飛びつくやつの気持ちわかんないんで。いいです。ナイトはナイトです。政治哀れまれなくてもね、全然ね、たくましく生きてますから。うん、楽しいですから。いや、なんかアライアンスレイドとかで、ナイト、A アラとか他のアライアンスのタンクさんがナイトで、自分だけ戦士で行くじゃないですか。で、なんかやっぱ全体攻撃来るときに、横でパッセ開いてて、キャーって思いながら、後ろで、そのパッセの後ろでシェイクしてて、なんかすいませんって思いながら、なんかすいませんね、本当とかって思いながらいつもやってるですね、あれ。自分のアライアンスの人がよそのアライアンスのナイトのパッセに入ってて飲みながら。うちこっちですごめんみたいな。なくてごめん。でも私も誰のかわかんない学者の陣入るわみたいな。入る。同じだよねみたいな。とりあえず引いてあるものに入っとけみたいな。そう。とりあえず設置物には入っといた方がいいって若葉の時に習ったんで。ひなさん怒られちゃうから。D のジョブの魅力っていう話で言うと、結構例えば2番さんとか5番さんが共通しておっしゃってるのが、一人でもなんだかんだなんとか何でもできちゃうっていうところを結構挙げられてますけど、これなんかどういったところなんですか？例えばシンプルに他の ID とかで他の人が死んでもとりあえずある程度ボス倒せちゃうところは、別に最近それは他のタンクでも共通なんでそうなんですけど、一番感じてたのは黒手帳を一人で埋めれるのと装備の周回が一人でできるのがむちゃくちゃ楽で、これ私の今のミラプリがこれなんだっけな、キタンナかな、漆黒 ID の同装備で、黄金の実装に合わせてあれなんですよ、涼しげなミラプリにしたいなと思ってこれを取りに行ったんですよね。いや装備欲しいけどコンサポで回るのだるいなとか、装備欲しいからって人呼ぶの申し訳ないなって時に一人でもなんとかできちゃうところが楽だなと思いますね。地図とかも一人で行けますしね。確かに。今だとね、17とかも一人で戦士、最近はちょっと違うらしいですけど、最初の頃とか戦士一人が一番最高効率みたいな。今ナイトの方が早くて、らしいですよね。G17 私もソロで回ってたんですけど、外の雑魚倒すのにナイトの方が全然早くて、30秒ぐらいナイトの方が早くて、ってなったのを今思い出しましたけど。でもなんか的にはね、そうですね、なんかナイトだとちゃんと HP がなくならないようにこう軽減を考えなきゃいけないところ、戦士脳死でいいんで、はいケキ全部戻るんで。そう困ったらエクリブレーム使えばいいです。そう困ったらとりあえずホルム焚いて、スリラブバトルからエクリブレーム焚いてから戻るやろみたいなところが。シェイクオフもなんだかんだでそう回復できますしね。そう。そうですね。レイドとかのなんかルーレットとかで当たっちゃって、何かの間違いで周りがほぼ壊滅しちゃった時とかも、あと20%とか10%とかなんだけどって時に、自分やりますねみたいな感じで10%削れたりとか、生存能力がめっちゃ高いと思うので。そうですね、思います。なんかガンブレ以外はそこそこ触ったんで思いますけど、生存能力の高さはマジでぶっちぎりだと思いますね。ナイトも遠隔コンボに回復もらったじゃないですか今回。はい。でもあれって
一発に対して1回しか回復しないじゃないですか。はいはいはい。戦士の決起って敵が多ければ多いほどその分回復するんですよね。だから死なない確かに。のは、マジで死そうなない全然すごい。回復のね、フライテキストブワーって出てくるのすごい。あれ気持ちいいっすよね。気持ちいい。わ、1回1万2000も回復してるみたいな。過剰に、HP 過剰に吸収してるこの子みたいなのが。実質ヒーラーかもしれないって思いながらね。そうでも一人でなんかしたい人とかにはぜひね、戦士とか触ってみてほしい。ね。うん。本当になんかとりあえず1個タンクのカンスト欲しいなとか、なんかシャキ待ちめんどくさいし、とりあえず1個ぐらいタンクのカンスト欲しいなとか、だったら戦士育てた方がいろいろ楽じゃないとは思いますし、フレンドにそう聞かれた時はそう答えてますね。私も同じ理由で戦士だけがレベル100ですね。とりあえずそうですよね。いや絶対そういう人むちゃくちゃいると思う、戦士。そう思うんですけど、でも僕フレンドに結構ロールプレイヤーとかも多いんですけど、はいはい。斧持ったらって言ったら自キャラには似合わんって。あ、でもそれもめっちゃ言われます。すげえ返ってくるんですよね。なんかね、こう皆さん戦士をあまり使ってくれないことがあるので、スキル回しも簡単だし、で火力もスキル回し分かってなくてもとりあえず解放しとけばクリダー確定出るから火力出るし、って思うんですけど、私そのタイプです。で、なんだろう、他に考えることが少ないので、パーティー欄とかもそのうち見れるようになる。他のジョブに比べてスキル回し簡単だから。本当になんか思いますね。パーティー欄とか他の見なきゃいけない情報が視野にとにかく入れやすい。HP 減ってるな、平さん大変そうだな、じゃあ決起打っとくかあっちにみたいなとこも高難易度とかたまにあったりするんで、そういうなんだろう、高難易度やる人が初心者でも一発二発食らってもタンクだから死なないじゃないですか、高難易度。死なないですね。で特に戦士は自分で回復できるんで、平田さんがチッて下打ちしているのを横で見ながら自分で肩回してグリブリブしたりして回復はしてますけど、でもそういうのがあるんで、なんか初心者の方とかね、あんまりタンク触ってないことのない方はぜひ戦士。そう、戦士から始めると他のジョブがちょっとむずく感じる。それはマジであると思う。それはそう。それはそう。戦士だけなんて言うんでしょうかね。タンクとしての HP の保ち方が違うじゃないですか。他のタンクって HP 削れないようにする中、戦士だけ唯一HP が戻ることを前提に減るので。だから散々こう、これちょっと別の動画のあれなんですけど、ヒーラー座談会の戦士やらかい、戦士やらかいってすげえ言われてましたけど、やらかいのはそういうジョブなんだよっていうのをすごい見ながら叫んでましたね。そういう設計なんだよって、自分で戻すからみたいなの。ごめんって。チェックオフしますからって。正直 ID とかだったら見なくてもいい。平さん、もう全然殴っててください。自分戻すんで、全然、ほら直感。めっちゃ言われてて、すごい傷ついたわけではないですけど、ちょっとしょんぼりしましたよね。そう、しょんぼりしましたね。あれは悪口だからっていうのはあったと思うんですけど、そんな風に思われてただなんて、そっかーってなりましたね。なんかそれはそうです。でもなんか、軽減詰めれば戦士だって硬いんだけどなと思いつつ、でも実際全体回復もできるし、結構優秀だと思うんですよね。だから先ほどもありましたけど、どうなったか言ってましたけど、スリルオブバトルの使い方で、本当にそう、マジでそう。学者さんのに合わせたりとかもするんですけど、一応防御バフ HP20% 増えるバリアだと思って使ってる部分があって、ですね。これがないとやっぱり戦士柔らかいだけどバリアとして見えないじゃないですか。 HP が増えてるだけなんで。そうですね。でそういうのもなんだろう、HP が増えるけどそこの数字まで見てる人って結構ヒーラーさんぐらいしかいないはずなんですけど、 HP 増えたなぐらいしか多分思ってないですよね、きっと。増えたみたいな。なんか増えた分、なんていうんですか、最終的にバフが切れると戻るじゃないですか。その戻るってぶっちゃけ無視してもいいじゃないですか、回復しないで。そこなんか無理やり回復しようとする人とかがいると、無駄な、なんだろう、ヒールしてるなとか、結構思うんですよね。いやでもなんか倒せる 20% なので、ここも見てくれると戦士そんなひどくないよと思うんですけど。
でもなんかそれはやっぱり選手をやらないとわからないし、わかんない我々も多分ヒーラーをやらないと、ヒラさんがどこでどうしたい、ああしたいっていうのはわかんないことっちゃことなんで、そうですね。お互いコペ活動とかの時は割と積極的にスリルここで入れてるよとか、あ、コブ展開するんだったらそこずらそうかとか、うん。結構こしますう言うように主張するようにはしてるんですけど、さすノラでスリルオブバトルをどこで炊いてるかまで見てるヒーラーさんってマジほぼいないんいで、ないですね。逆に見てくれてるとおってなりますよね。見てるみたいな。スリルオブバトルで HP20% 増えた後に、学者さんから生命活性法でしたっけ ?HP 増えるやつ。あれが降ると、はいはいはい。い HP が異常なほどギュッて増えるじゃないですか。や、面白い。あれはめちゃくちゃ、おーすげえもう30万届くんじゃないの ?HP みたいな。なんか一人だけなんか出飲み前の HP みたいな感じでなってるのが面白かったな。テンション上がりますねライトヘビーそうそう、めちゃくちゃ上がるんで。なんだクレセントアイルが実装されますけど、はいはいはいやっぱ特殊フィールド系だと必ずこうドレイン系の薬やら、アイテムやらが必ずあるじゃないですか。はい。ボズヤだと吸血鬼の薬とか、エレカでもあるんですけど、殴ったら、殴った分だけ回復する、まあ、血気みたいなのが薬があるんですけど、もうあれつけると戦士死なないんで、確かに。特殊フィールド探索だと戦士が輝く瞬間だな。どいつもこいつもレベリングやだと、そう戦士担いでる、戦士やってる、学者、あとは学者かなやってるっていうのがやっぱ多かったんで、まあ、クレセントアイルでまた戦士の人数が使ってくれる人数が増えたらなとは思ってますけど。ね、増えたら嬉しいですフィーね。ルドね、ボツヤとかエウレカとかだったら戦士とかああいうのやっぱ出したら大体一人、それこそまた一人に何とかなっちゃうそうなっちゃう。感じにはなっちゃうまたソロプレイヤーになってしまうんですけど、でもやっぱりなんか安定して回りたいとかやりたいってなったら、特殊フィールドとかはもう戦士一択だと思うんで、もうぜひねみんな使ってほしいけど、ベンジェンスの天国4層、はい。霊式の天国4層でアテナが一番初めにビターンって探求してくる敵を使うタイミングなんですけど、あれにタイミング合わせるで、ベンジェンス使うと反射ダメージで1万超えることがあるんで、でっその瞬かい。間とかそうでけえだろうと思いながら。今回のあれ3章とかもあそこ単強無敵切ってベンジェしたらめっちゃそう後半のダメージ反射入るんでダメージ反射入る。あれでちょっとだけダメージ稼いでる。やってますね。してね。意外とね、好きなスキルではあるんですけど、唯一こう物理反射がついている。反射っていうのがついてるのがバフでは唯一。ね、確かそうですね。強いな。もうちょっとな火力上げてくれてもいいんだよって思うんですけど、そうですね。他の火力が低いんだったら、そこの火力もうちょっと上げてくれてもとかっていうのはちょっと思いますね。思いますね。そう自分最近エデン行ってたんですけど、はいはい。まあ、もう最初はっていうか、まあ、結論から言うと結果として暗黒になったんですよ。自分今日は戦士で来てる分際で大変申し訳ない最初は戦士で行こうと思ってたんですけど、やっぱり軽減が少なすぎて戦士外でやってたんですけど、やっぱりその自分を守りたいし、やっぱレイド系って ST と MT に強攻撃が来るパターン多かったり、A が飛んでくるパターンが多かった時にお互い単バフ、このあとこの軽減使いたいから今はちょっとこれ ST の人が使えないから MT から単バフ飛ばしてあげれるみたいな状況だったりとか、そういう状況の時に戦士だとすいません、たけりが一つしかなくていや本当にでもそれは思いますね。なんか、スタックにならんかみたいな。せめねてそうスタックになったら強すぎちゃうのはわかるんで、効果はちょっと落としていいからスタックになりませんかって思いながら他のタンク触ってます。人にあげれるものがなさすぎて、やっぱ自分を守るのに精一杯だし、やっぱさっき話にもあったようにもともとやっぱ減る前提で自分で戻すっていう、まあ、仕様っていうか特殊な他のタンクに比べてそういう性能をしちゃってるから、やっぱ無敵も戻すのもやっぱもちろん大変だし、他のヒーラーさんとかが、軽減を、まあ、フルバフで使ったところでなんか他のやつより柔らかくない君みたいな、この冷たい冷ややかな視点を感じてあすみませんちょっと今から戻しますねみたいな感じになるんですけど高難易度コンテンツになるとやっぱ今から戻すがやっぱ間に合わなかったりとか、その判断が遅れるだけでやっぱワイプにつながっちゃったりとかもするので、戦士が
ちょっとやっぱり今の状況、今の環境的に出しにくいなっていうのはすごく思うし、結果として暗黒に着替えたんですけど、オブレーションとかブラックナイトとかなんすかね、あの人にあげられる素晴らしいアビリティは選手も欲しい。欲しいと。ああいうの欲しい。さらには軽減の枚数もなんかいつもより押すボタンが多いぞって思いながら、そうスキルも欲しい。なんだこのジョブはと思って本当に感動してました。自分も暗黒でそのレイドを出すのが初めてだったんですけど、はいはいはい。ほんと戦士しかやってこなかったので、タンク系がはい。暗黒になった途端硬いわ火力は出るわ人にあげれて人から喜ばれるわでなんかちょっとうひょうひょしてましたね、ずっとやべもう戦士戻れなくなっちゃうかもとかって思ってたんですけど、戻ってきてね。いや、いやマジ戦士欲しいです。なんか軽減が欲しい。もう切実に欲しい。なんか、他のタンクに比べて戦士が輝く部分っていうのはちょっと違うじゃないですか。ID で輝いたり、そうですね。それこそシュールートで輝いたり、ソロで何でもできるよってところで輝いたりとかっていう、なんだろう、ある種ちょっと違うタンクなんだけど、特性が他のジョブと違いすぎて、合わせにくいのかなっていうのは、半ばカテゴライズとしては青魔同士と近いところありますから。なんかタンクはないとガンブレ、暗黒で、戦士は戦士っていうロールになりつつあるみたいなところは。サーチ情報見たらちょっと話されてるかもしれない。いやでもなんか逆を言っちゃうようで申し訳ないんですけど、私は戦士のそういうところがめちゃくちゃ好きで、わかります。詰めるのがとにかく好きなんですよ。コンマ何単位で軽減詰めるのが超好きで、暗黒が脳死ではいはいぶらないってやってるところをランパートを何秒前に炊いて、ここでケーキを炊いて、AA を何回もらったらエクリブリームを炊いてって、みちみちにやるのがとにかく好きで、わかります。そうしないと戦士ってだから冷たい目で見られるし、柔らかいし死ぬんですけど、やらなくなんかこの緩和が入った後のレイドみたいになんか別に AA にバフ切らんくても死なんみたいななるとちょっと思んないんであえてだから戦士をやってるところはありますね。軽減をみちみちに詰めてたくてずっと天国理想が一番詰めてた気がします。先客でパーンって吹っ飛ばされた後にどれだけヒーラーに放っておかれるかしか考えてなくてそうでも僕そう飛ばされた時に僕は見なくていいから安心って言われました。私も言っていただけて超嬉しかったんですよね。あんたはもう辛抱とリチで投げてって放置するからって言われて大丈夫だからもう知らんっつって、どうせ戻るんでしょみたいなこと言われて、はーいって。あのタイミングで飛ばされるタイミングで、例えば GCD が綺麗に回りながら飛ぶてると、はあ気持ちいいってなったりとかもしてましたね。AA は何回受けたらここで心房遠慮が割れるでしょつって、でその後エクリブリウムで戻してもうちょっと削れた分スリルオブバトルで戻しながらこう真ん中の島に戻ってヒラさんの全体回復をもらうと HP が全開になるんだよなって言いながらめっちゃ考えてる。でも楽しかったです。そこはわかる。ああいうところでねバチってスキルがはまると、いやもうめっちゃ気持ちいいです。脳汁がね出ますよね選手。本当に。マジで気持ちいい。あれが他のヒーラーさんが他の人を見なきゃいけないんだけど、戦士だけは放っておいてもなんとかなるって思われてるのは戦士のすごくいいところかなって思います。2層の時の自分の島の近い方にヒーラーがいない時の喜び。喜びまでは言わないけどほっとかれていいって思われてるって思いながらやってましたね。先客のことは許さないですけどそんな時にねエクリブリームがねクリったりしてね、どえらい12万とかすげえ回復する時あるじゃないですか。えぐいなーって。ヒーラーやってるフレンドからなんだよ回復力1200ってよってそれこそやっぱ平さんにはやっぱその辺戦士のことは信じてほしいですね。いや思いますね。そうだから減ってる時にエクリ残っててひょいって
やった瞬間にこうエクリブリウムの上になんだろうラプチャーとかのフライテキストがつけるあとごめんって思ったりなるするなるうんふわんってなりますね。そうそうそうまだ残ってるのごめんねとか思いながら心房炎量の割れる瞬間とエクリブリウムがこう発動がかぶった瞬間とごめんそうすごめんありますとか、あと無敵後の戻しでうっかり何も考えずにすぐエクリブリウム炊いちゃってディグニティが美味しくないとかごめんしょっぱいやつ来るやつ。ごめんピアさんが先生さんだとどうするディグニティ来るあー来ないのねはいみたいなことを読み合いがね、読み合いがお互いお見合いして、あ、ちょっとやっぱ回復欲しいかもみたいな感じになる時がね。ありますね。そうでも高いし、選手は強い子なんで大丈夫。意外とそう知ってほしい。意外とほっといても平気なんですよみたいな。ほっといても。あでもほっとかないでほしい。行月の最後の 5.4、天国4層が追加された時は戦士すげえ強かった。戦士とナイトの人形だったじゃないめちゃめちゃ強かったですね。そうあの時はすごく良かったんですよね。行月の終わりの方の調整が一番どのタンクも居心地が良かったそうそうなんだ。そうななんっですよ。て思ってましたね。で誰が来ても全然嫌じゃないし、キラさんも誰が来ても嫌な顔しないし、選手も選手で、いや、選手全部無敵で回っといてくださいだったし、そうそうなんです。唯一ね、そう。タンク唯一240秒っていう驚異的なリキャストタイム。そう。そうタンク鏡に全部無敵が合わせられるってことは AA に全部バフが炊けるってことなんですよ。そう。だから天国は楽でしたね。噛み合ってたっていうのもありましたけど、例えば何やってもそう全体に軽減入れますで結構ペインがつくのもあったじゃないですか。いやなんかそうあれがそうそう他のジョブは軽減するだけなんだけど、戦士はシェイクオフ使うと回復した上でバリア張ってリジェネがつくんですよね。あれが平さんにすげえありがたがられてたのがありましたね。ペイン付きの全体攻撃の時に、あえて発動、そのペイン付きの全体攻撃着弾する前じゃなくて後に入れるんですよ。後に入れるとシェイクオフの着弾の回復とホットと、あとバリア、ドットってバリアから食ってくれるんで、そこにこう入ってめちゃくちゃうまかったりします。ナイトのディバインベルとかも同じことやりますけど、あえてちょっとずらして、カウンターヒール入れるねって言いながらやってました。タンクやっシェイクオフはでもてんのに。正直効果おかしいと思いますよね。ねバリア張って最大 HP15% 分のバリアを張りつつ回復力100の HP 継続回復をしてさらに回復力300の HP を回復するって言ってることバカですからねこれ。もう効果めっちゃ強いからやっぱあとはエフェクトだけですね。あれに羽でも生えたらもうあれナイトコンプレックスがすごく強すぎる。ジョブクエも結構フレンドからなんで急にグレン編からキモリになってんのみたいなこと言われるんですけちょっと変わりますよね。ど、でも僕好きなんですけどね、2人のピュアななんだろう恋愛ストーリー。ドルゴノちゃんもラブコメがねもすごい可愛くて、ほんわかする。なんかヒルディやるときと同じ気持ちで選手の確かに確かに。なんかこうメインクエストが重たくて疲れたなって時にとか。この二人の今後またもう見たいですもんね。正直、ロールプレイよりジョブクエをやってほしい。ロールプレイわかるそれはそうありますあります。でも二人の続きを見たい。そう好き嫌いがあるのは大いにわかるし、フレからも言われましたけどね、選手のジョブクエは自分がここにいる理由がわからんって言われて勝手にやっててくれってそうでもジョブクエ格差ってあるじゃないですか。あありの時ますね。がやっぱりすごい良すぎて、戦士確かになんかって言い方もあれるけど悲しくなっちゃう。違う一番取れないにしたっても2番目ぐらいに良くないですか？だって正直ガンブレ、本当に別に悪口じゃないんですけど、私内容ほぼ覚えてなくて、最初の導入のは覚えてるんですけど、その以降全然覚えてないし、ナイトなんか、何これって感じで。ナイまあ、インパクトはあると思うんですよね、ジョブクエの。なんか好みだなというか、
ねえ、いや、だってマカロン食べに行ったらね、二郎系ラーメン出てきたらびっくりするじゃないですか。そういうことなんじゃないですか。なんか暗黒騎士のジョブクエを見て、タンクのジョブクエっていいなっつって選手のジョブクエ見たらそらそうなるよね、みたいな。エオルゼア国勢調査ってあるじゃないですか。はい。あれでとか、使用ジョブだったり、毎回パッチ実装されると人気ジョブみたいなのがあるんですけど、毎回戦士下の方にある。そうおかしい。がっかりしちゃう。ね、こんなに楽しいジョブなこんのに。なに楽しいし。いや、だって、漆黒のヴィランズのストーリー見たでしょ、みんなって思ってる。いや、私これ皆さんが同じこと書いててすごい嬉しかったんですけど。いや、もうだってあれはそうじゃないですか。もうあんなの、俺が主人公だ以外にないですよ。本当に、うんあれめちゃくちゃ嬉しかったですね。私の勧めで14始めて、何がいいって言われて、戦士やってよって言って戦士やって、漆黒まで着いた人が、あのシーンを見て泣きながら、俺に戦士を勧めてくれてありがとうって言われて、俺、素敵。せやろってって。パッケージではね、やっぱり暗黒騎士がドーンって来てるから、うん暗黒で走る人多いんですよね、うんやっぱりうんうんそうですね。いや、違うんだよ。戦士で走れと。いや、なんか、クリスタリウムのあの宿屋で、うんアルバートと話してるシーンを見ながら、こう、同じ戦士だけど、こう、実は、斧の中ですり減ってるところが違ったりとかするのかなとか、戦い方のこと話してたりとかするかなとか、エモい。こう、考えたりしながらのあのシーンですよ。高難易度とかいかないんだったらもう完全にホルムにマクロを仕込んどくのが一番あのが一番いいいいと思うんですね。高難易度じゃない限りは、ホルムはマクロの方がいい。私行かないので、もうマクロしてます。そう選手の席ないって言われちゃったんで。戦士はいつだって肩身狭いっすよ、正直。狭いっすね。ほんと狭いっすね。バハでなんだろうブートの時よりマシ。席ある。で席あるで違うところに特殊フィールドとかで、あ、戦士って言われるのが。そうまあでもなんか、それはそれでいいのかなと思ってますけどね。なんか、正直その戦士というジョブのタンク内の立ち位置として、タンクの入り口になってくれればそれでいいと思っていて、それはそうですね。なんかこれだけタンク人口が少なくて、オケコンに行った時にびっくりしたんですけど、はい行月の時のオケコンで、はいこう吉田が、うん普段何やってる人、なんかタンクやってる人、ヒーラーやってる人みたいなのをこう聞いてて、こう手挙げたりとかしてたんですけど、うんタンクやってる人って手挙げたらマジで少なくて、ーみたいな、タンクって本当に少なかったんだから、周りに結構タンヒラやってる人が多かったのもあって、タンク少ないの都市伝説だろうなと思ってたら本当に少なくて、あ、タンクってマジでいないんだ。戦士って一番初めもう今開発外れちゃったんですけど、高井さんっていうはい。方がいらっしゃいますね戦士使いでずっと戦士使ってらっしゃったんですよ。そうですね。僕高井さん大好きなんで、だからそういう方が今いないのかなとは確かに。高井さん帰ってきてくれよ、14にってよく思う。まあ、なのか、そう、さっき私もちょろっと言いましたけども、多分役割として完全に分離されてるのかなって思うようにしてます。うん選手のポジショニングってそうなんだろうな、みたいな。なんか、他の自分も巻き込んじゃうようで申し訳ないです。白魔導士とか、召喚士とか、いわゆる、なんて言ったらいいですかね。80点ぐらいを出すのが簡単なジョブって言ったらいいですか。はい。ああ、そうですね。そう。だけど、100点にしようとすると難しいジョブっていうくくりなんだろうなって思ってます。そう思うことで納得してます。なるほどね。そうだと思います。いやとっつきやすさはもうナンバーワン。そう、とっつきやすさとか、高難易度コンテンツ以外での強さはぶっちぎりなんで、うんそうそうそう。いやそこが担保されてれば、いいよ、もう、みたいな。いや、まあ、あとはですね、選手は愛がないと選手になれないので、そうですね。はいでもわかるはい。愛がないと、ジョブがやっていただければ分かりますし、称号でラブドバイザックスっていう純愛の選手っていうのがありますありますねあります、うんありますけど、あるある。愛がないと原初の魂はコントロールできないので、さっき言った白とか召喚とかをどれだけ高難易度でハブられようが使ってる人たちってやっぱジョブに愛がある人たちだし、まあ選手もそうだろうなって思ってます。フレンドに、まあ、何言われても絶対点絶対白でクリアするって言ってる人がいて、そうそうそう。だから同じだなって思います。ありきの時の私と一緒だなって。
思いやっぱりますね。自分が好きなジョブでクリアしてるの、うん一番一番楽しいし一番ね嬉しいですもんね。嬉しいです。でもそうそう正直最近始めた感じだし、戦闘自体が結構やっぱ好きだから、ちょっとさっきの話の流れでちょっと申し訳ないんですけど、やっぱりレイドで頑張れる性能はちょっと欲しいなとは思っちゃいますね。うん他のやっぱジョブの人たちがキラキラ輝いてる中で、すいません、介護していただいて申し訳ございません、へこへこってしながらやるのはちょっと寂しいないやでもと思っそこはちゃう。もう戦士なのでずぶとく戦士様だぞってそういけたらいいですね。そうですね。やっぱり今こそそのレイド適性があるやつで行った方が絶対間違いないっちゃ間違いない環境だと思ってるので、はいダメって言われたらはいもう皆様のために着替えますとかぐらいには今なっちゃってるんで、気持ち的にやっぱりその辺も含めて軽減が足りないなって思う部分だったりとか、もっとそのパーティー自体に貢献したいなっていう気持ちはやっぱあるので、なんか自分さっきからずっと最初から話にあったんですけど、選手のその一人で何でもできちゃうっていう点においてはもう本当に間違いなくピカイチで生存能力もあるし、そのほっといてもらっても全然大丈夫っていうジョブだと思うんですけど、そうなった時にこの他のパーティーに何か貢献できる部分、タンバフがもう一個上げられるとか、そのもうちょっと硬くなってもっとほっとけるぐらいにはあってほしいなとは思っちゃいますね。高難易度行く分には全然選手で自分も行きたいし行ってるんですけど、他のやっぱジョブと比べられちゃうとちょっと肩身は狭くなってしまうなと思うので、そこのところが今後の 7.2 だったりとか 7.3 とかのアップデートでもっとよく戦士だったりとか他のタンクのジョブも含めてなんですけど、タンク全体の均等化じゃないですけど、もうちょっと良さを伸ばしてほしいなとは思いますね。思うそれはそうと一番さんが書いてらっしゃったようにスリル焚いてるからコブくれたら嬉しいなとか、コブ展開実はここでスリルオブバトルがあってとか、エクリブリウムが帰ってきてるんですけどすいませんベネディクションいただいちゃってみたいなのはひしひしと感じはしますね。なんかこれをノラに要求するのはちょっとわがままなのかもしれないんですけど、私はすごくヒーラーのヒールワーク見てるし気にしてるから、ちょっと見てくれたら嬉しいなーって思う時はありますね。なんか毎回それをノラに要求するのはわがままなのは分かってるんで全然いいんですけど、だからあとは自分がやるときは戦士いたらめちゃめちゃ見るっていうことしかできないですよね。もう基本ほっとくし、なんか全体前にやってるなと思ったらここやるとこかみたいな、気をつけていくしかないですよね。自分から共有するのも必要だと思うし、なるべくやるようにしようとも思ってるんですけど、見てくれてるヒラさんのことがめっちゃ好きです。見てくれてない人が嫌いとかじゃなくて、見てくれてる人がめっちゃ好き、ありがとうって思います。嫌いを発信しないのがいいですよね。好きを買ってるのがST の人はタンバフください。わかる。それな ST はください。選手はそれでも弱いです。タンバフください。弱いです。弱い体がやっぱもらえると嬉しいよな。タンバフ。タンバスはみんな嬉しいと思います。タンバフは思いやりだから。家なしさんが考える選手の魅力って、その回復できるとかそういう一人で何とかできるとかっていうこと以外に何かあるのかな。さっき言っていただいたのと 100% 同意ですね。私は初心者の登竜門としての役割が持っているっていうところの差別化が図られているっていうところが私は一番いいかなっていうふうに思っていますね。だからもう完全に同じことなぞるんですけど、やっぱ80取るのはすごい簡単なジョブだとは思うんで、やっぱあれをこうフックに高難易度コンテンツに足を運んでもらって、多分故にちょっと至らないところもあって、中小座談会のところでもわやこうや言われてましたけれども、それは別に言わせるだけ言わせときゃよくて、それでもやっぱりタンクの人口が増えるっていうところだったり、あとはちょっとタンクの皆さんに選手の皆さんには申し訳ないですけど、なんならじゃあ選手を踏み台にして次のステップアップとしてまた別のジョブに行くっていうのも全然いいわけじゃないですか。そうだと思います。本当に私はそうだと思います。だからすごいいいこと言ってくださったなと思っていて、私も全く同じスタンスではいるので、何も別に
戦士だけずっとやってるっていうことの楽しみ方もあれば、なんかいろんなジョブを触っていくっていう楽しみ方も14にはあると思うんで、なんか戦士しか持っていないやっぱり重要な立ち位置みたいなものはタンクの中では唯一持ってんじゃないかなっていうのは私もすごい魅力に感じるところですね。だからすごいさっきの話そうだよなと思いながら、はい、伺ってましたって感じですね。ありがとうございます。すいません、突然振っちゃって。とんでもないです。だからそう私もあんまりこういう座談会系だと自分の意見を言わない、あえて言わないように結構してるところもあるんですけれども、今日のお話はすごい私もちょっと戦士触っていただけあってそうだよなって思いながら普段ちょっと気持ちいいなって思うところ、例えば私もトマホーク結構好きで、わかります。さっきそうですよね。好きっておっしゃってたところちょっともしかしたら色合い違うかもしれないですけど、私トマホークのサウンドエフェクトがめっちゃ好きなんですよ。わかる、それもわかります。ガコンっていうあれとか、っていう話だったり、あとどなたか書いてくれてましたけど、ホルムギャングがやっぱりこうリキャストが短いだけあって、戦士だけちょっとこう強攻撃2回受けられる時があるとかっていう、その辺も別に戦士やったことないけどタイムライン上なんかそういう風に組めるっていうのも私気持ちよさのポイントかなと思ってますし、あとホルムギャングのなんか HP が1になって耐えているっていう状態が私結構好きで、1なのになんか感覚的な話なんですけど10万とか20万とかバンバンダメージ食らってるけど、なんか死んでないっていう、なんか謎のこう食らいまくってるっていうなんか状態が結構好きだったりとか、暗黒はあくまであれは死んでるけど戦士は生きてるんですよね。そうなんですね。ウォーキングデッドじゃないですか。戦士はあくまで一番無理やり気合で耐えてるって、そこがまたかっこいいですよね。そうなんですよね。食らってないとはまた別のやっぱりこう気持ちよさがあるかなと思うんで、なんか本当あらかたこう思っていたことを皆さんの方で口にしていただいたんで、私も今日って思いながら、はい、ずっと伺ってたんでありがとうございますって感じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあよろしければ以上で今日は終了とさせていただきます。皆さんどうもお忙しいところありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼いたします。失礼します。失礼します。いかがでしたでしょうか。人の愛を聞くのは面白いですね。あなたのマイソウルジョブも放送があるかもですので、お見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いします。また動画化に至らなかった小ネタは X で流しますので、概要欄のリンクから X のフォローもよろしくお願いします。表では喋りにくいことをメンバーシップで喋ってますので、そちらも何卒次回の放送をお楽しみに。おついえなし。